こんばんは。今日の動画では無印のことについてお話ししようと思います。私が昨日出した動画のタイトルに無印良品週間試して分かったリピなし商品っていうタイトルをつけてたんだけど、実際には購入品いくつか紹介して、そのうちの2つだけがリピなしだなって思った商品だったので、そういうタイトルつけたんだけど、リピなしっていうタイトルの動画の内容ではなかったっていうご指摘をいただいたので、今日は私がもうこれはリピートはないかなって思う商品を紹介していくんだけど、私がもう買わないって思うだけで、その商品はね、誰かのお気に入りのものかもしれないから、私が言ってることを全部信じないで参考程度に見ていただけると幸いです。でもしかしたら昨日の動画をねまだ見てない方もいらっしゃると思うので、こちらの動画でその2つをお伝えします。再生紙トイレットペーパーです。初めて無印でトイレットペーパーを買ったのは5倍巻きのダブルのタイプだったんだけど、トイレットペーパーってシングルとダブルってあるじゃないですか。で、私の中でダブルはちょっと柔らかめのトイレットペーパーのイメージがあったんだけど、無印のはこれってシングルではないんだって思うくらいダブルだけどちょっと薄めのザラッとした触り心地で、正直これはもう買わないかなって思ったアイテムでした。私たちは普段コストコでトイレットペーパーをまとめて買って使ってるんだけど、コストコのトイレットペーパーって柔らかくてお尻にも優しいんですよ。そのコストコのトイレットペーパーを普段使ってる私からしたらちょっとお尻に当たりが強いかなって思っちゃう素材でした。で、そこから新しい新商品の柔らかいタイプのトイレットペーパーが出たっていうことで、それも買ってみたんだけど、確かに最初に私が初めて買ったトイレットペーパーよりは柔らかくはなってたんだけど、こうやってトイレットペーパーを巻く時にペーパーが切れやすいっていうのかな、紙質は柔らかくなったのはあるけど、それでもリピはないかなって思いました。はい、まずこれが1つ目です。次2つ目がキムチ味のミニラーメンです。私たちはいつもチキン味を食べてて、それがね結構美味しくて、おやつ感覚でほぼ毎日小腹が空いた時に食べるぐらい好きだったんですよ。とろけるチーズを上に乗せて食べたりとか、胡椒をかけてちょっとパンチを効かせて食べたりとか、いろいろアレンジを楽しんでたので、キムチ味もねきっと美味しいだろうって思って食べたんだけど、もう辛すぎて全然まずいってわけではないんだけど、リピはないかなって思った商品です。私自身辛いのが全くダメっていうわけではないんだけど、私にとっては辛すぎました。3つ目はマイルドジェルクレンジングです。ちょっと固めのジェルなんですよ。間違えて目に入った時のもう刺激がね強すぎてめっちゃくちゃ痛いんですよ。それはこの商品以外でもあり得ることなんだけど、それがまずマイナスポイント。ちょっと固めのジェルだから肌の上で伸ばしにくくて、結構強めにマッサージしちゃうんですよね。だけどメイクを落とす時って肌への摩擦があまり良くないっていうのも聞くから、それからはこの商品はもう買わなくなっちゃいました。あとはくるくる顔の上でメイクを落とすけど、その割にメイクが落ちたっていう感じがあまりしなくって、私が今使っているメイク落としがジェルじゃなくてオイルだから、オイルとジェルの違いっていうのもあると思うけど、私の肌にはジェルタイプよりもオイルタイプの方が合うのかなっていうのが分かりました。だから総合的に見てリピなしの商品になりました。柑橘系の香りはすごく好きでした。4つ目はリップエッセンスです。このリップエッセンスはすっごい唇がねプルンプルンに潤って、私的に日中はもうつけられなかったんですよ。上からねマスクもつけられなかったし、基本的には寝る前に使ってました。寝る前に使うと翌日まで唇がプルプルだから結構気に入って使ってたんですよ。だけどだんだんと中のリップエッセンスがキャップを閉めてもキャップのね隙間から中のリップエッセンスが漏れてくるようになっちゃって、普段は引き出しの中に入れてたんだけどベタベタになって、中身はねあとちょっと残ってたんだけど捨てちゃいました。定期的に濡れティッシュとかで周りを拭いたりもしてたんだけど、それでもやっぱり漏れてきちゃうので仕方ないなって思って。だけど最近見たら容器が変わってたんですよ。リニューアルされたのかな。だからもしかしたら今の容器に変わって中身が漏れるってことはなくなってるかもしれません。もし今リップエッセンス使ってるよって方は教えてください。続いて導入化粧水です。
一時期無印の化粧水とか乳液ばかり使ってる時があって、その時に導入化粧水を見つけて、これも気になるって思って買ってみたんだけど、1本使い終わってもあまり効果が実感できませんでした。これを使うと化粧水の入りが良くなるっていうアイテムらしいんだけどね、これはあってもなくてもあまり変わらないんじゃないかなって思ってリピ買いすることはなかったです。私の肌には導入化粧水を使うよりもとろみのある化粧水を一つ使う方が合ってました。あとは発泡ウレタン石鹸置きっていう商品はもうリピなしだなって思ったアイテムでした。こちらの石鹸置きは一番下にケースがあって、ケースの上にウレタンのスポンジを置くんですよ。でそのウレタンスポンジの上に石鹸を置いて、ぬめりや水分をしっかり取り除くための設計がされている石鹸置きです。最初の方は問題なく使えてたんだけど、だんだん使っているうちにスポンジの部分が黄ばんできたんですよ。買ったばかりの時の白い状態だと清潔感もあってよかったんだけど、色が黄色くなるにつれてちょっとね見た目が悪いなって感じることも増えてきました。そのスポンジだけでも無印で売ってるから、黄色くなってきたり形が変わってきたなって思ったら、そのスポンジをね変えたらまた新しく使えるんだけど、買ってから最初の頃はそのスポンジをね変えてたんだけど、石鹸置きのスポンジを取り替えるっていう行為がめんどくさくなっちゃって、食器洗いのスポンジとかは定期的に変えるのは問題ないんだけど、石鹸置きに対してもスポンジ変えないといけないのかって思って、石鹸置きは今別のものを使っています。あとは一番下のケースに水が溜まってきちゃったりして、それをこぼしたりするっていうのもめんどくさかったです。だから私が今使っているのはこういうね斜めになっている石鹸ケースで、もうそれだとそのまま水が下に流れてくれるんですよ。だから私にはそっちの方が楽でいいなって思って、たまにちょっと洗うぐらいでね。その理由で発泡ウレタン石鹸置きは今は使ってません。以上6点かな。今紹介したのがもうリピはないなって思う商品でした。でも私無印がめっちゃ好きで、いい商品ばかりだけど、それでも合う合わないはあると思うので、私からしたらちょっと合わないかなって思うものでした。あとはこれは私的に使い方を気をつけた方がいいよっていうアイテムなんだけど、無印に重なるアクリルケースっていう商品があるんですよ。で私はそこに小さめのコスメアイテムを入れてるんだけど、そのケースの上に置物をね置いちゃってたんですよ。その重みのせいで棚の形がちょっと変わっちゃって、よく見ると真ん中がへこんじゃってたのかな。そのせいで引き出しを開ける時に突っかかって開けにくかったりしたので、もし同じ重なるアクリルケースを持っている方は上に何も置かないことをおすすめします。でもあまり置いてる人いないかもしれないけど、また新しく買い直しました。それと無印のカカオトリュフですね。あれは毎回買うと食べ過ぎちゃって後悔してます。味がめっちゃ美味しいんですよね。カカオトリュフは冬限定の商品なんだけど、今もまだあるのかな。私ここ最近チョコレートを食べ過ぎると胸焼けがするんですよ。20代前半の頃とかはそんなことなかったのに、30代になったからかな、1袋買ってそれを一気に全部食べて、食べ終わって数十分後に何一気に食べなければよかったって思ってしまう商品です。やっぱりねコーヒーと合うんですよ、あのチョコ。でもまた来年の冬とかにカカオトリュフ買って一気に食べて同じ後悔をしていると思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。